こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんの毛糸でこちらのマフラーを編んでいきます。材料費400円で昔ながらの手編みのマフラーが編めますので、もしよかったら編んでみていただけると嬉しいです。使用する材料はこちらです。ダイソーさんのリサイクルポリエステルを4玉、かぎ針は8号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初に鎖21目編んでいきます。サイズを変更したい場合はプラスマイナス4目で編んでください。毛糸は2本取りで編みます。ここから鎖21目編みます。鎖の数がちゃんと編めているか心配な方は、少し多めに鎖を編んでおいて1段目を編み終えてからほどいて調節しても大丈夫です。もしよかったら参考にしてください。1段目の編み図がこちらです。最初に鎖3つで立ち上げます。1つ、2つ、3つ。ここから長編みを3回編みます。鎖を1つ編んで、1つ目を開けたところから長編みを3回編みます。鎖を1回、長編みを3回、鎖を1つ編んで、1つ目を開けたところから長編みを3回、鎖1つ編んで、1つ目を開けたところから
長編みを3回。最後の目に長編みをもう1回編んで、これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編み鎖3つを繰り返します。1段目を編み終えたところから裏にして鎖1つで立ち上げます。1つ目に細編みを1回編んで、鎖を3回編みます。1、2、3。下の段の鎖のところに細編みを1回、ここから鎖3つ編んで、細編みを1回、鎖3つ、細編み、鎖3つ、細編み、鎖3つ編んで、最後に下の段の鎖3つ目に細編みを編みます。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらです。1段目と同じ編み方の繰り返しになります。2段目を編み終えたところから反対側にして鎖3つで立ち上げます。ここからは下の段の鎖3つのところに長編みを3回編みます。3つ編めたら鎖を1つ編んで、次の下の段の鎖3つのところに長編みを3回編みます。3つ編めたら鎖1つ編んで、次のところに長編みを3回編みます。鎖1つ編んで長編みを3回、鎖1つ編んで最後に長編みを3回編みます。
最後の長編み3つ編み終えたら、下の段の細編みのところにもう一回長編みを編みます。これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらです。2段目と同じように編んでいきます。3段目を編み終えたところから裏にして鎖1つで立ち上げます。1つ目に細編みを1回、鎖を3回、細編みを1回、鎖を3回、細編み、鎖3回、細編み、鎖3回、細編み、鎖3回編めたら、最後に下の段の鎖3つ目に細編みを編んで、これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。3段目と同じ編み方になります。最後に下の段の細編みに長編みを1回編んで、これで5段目が完成です。この2段の繰り返しで好きな長さまで編んでいきます。糸が終わりそうになったら新しい毛糸とこのように結んでいきます。編んでる時に結び目が来たらこのように続けて編んでいきます。
後から編み目に響かないように糸処理をしておきます。しっかり仕上げたい方はスティック型のボンドで糸を止めてカットすると、使っているうちに処理した糸が出てきてしまうこともないので便利です。もしよかったら参考にしてください。編んでる途中で力加減でサイズが変わってきてしまっているか心配になることもあるかと思いますが、大丈夫です。手編みのマフラーの良さになりますので、あまり気にしないで仕上がりを楽しみに編んでみてください。好きな長さまでマフラーを編めたら、糸をカットして糸処理をしていきます。フリンジなしのマフラーはこれで完成です。フリンジをつける方は続けていきます。最初に出来上がりの長さの2倍より少し長めに糸をカットします。フリンジに使う本数は好きな数で大丈夫です。動画では1つのフリンジで約10本の毛糸を使っています。2つ折りにしてマフラーの表側から頭を入れて引き出した輪に糸をくぐらせて引き締めます。これで1つ目のフリンジが完成です。同じようにしてあと5箇所フリンジをつけていきます。フリンジを全部つけ終えたら糸をカットして長さを揃えます。反対側も同じようにしてフリンジをつけていきます。完成です。お疲れ様でした。動画のマフラーはフリンジ部分も含めて約2メートルの長さです。毛糸4玉で長めのマフラーが編めるので、巻き方もいろいろアレンジできそうです。材料費400円で手軽に編めるので、もしよかったら編んでみていただけると嬉しいです。編んだ作品はハッシュタグペコチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録